どうも、皆さんこんにちは、私です。この動画では、ビビアン・ウェストウッドとアシックスのコラボレーションスニーカー、ビルカヤの 5OG のことを紹介させていただきたいと思います。こちらも早速実物をお見せしながらお話をしていきたいと思います。前回ご紹介したゲルマイニット MT はアシックスタイガーとのコラボレーションだったんですが、こちらはスポーツラインのアシックスとのコラボレーションになっているみたいです。名目上はアシックスタイガーとのコラボレーションになっているんですが、箱のデザインが違いますね。では開けていきます。じゃん。どうでしょうか。このポテッとした佇まい。少し前に流行っていた、いわゆるラットスニーカーという感じでしょうか。このゲルカヤの 5OG というモデルは、デザインを担当した茅野俊和さんという方の名前がそのまま付けられています。もともとは社内の開発中コードネームとして呼ばれていたものが、いつの間にか本人への相談もなくそのまま名付けられてしまったそうです。1993年に初代のゲルカヤのトレーナーが発表され、そこからアップデートを重ねた茅野シリーズの中の5番目のモデルということで5。そして1999年に発表された5のオリジナル仕様の復刻ということでゲルカヤの 5OG となっているみたいです。この茅野シリーズは現在26番目まで発表されているんですが、アシックスの公式ホームページによると、茅野さんのデザインに携わったのは13が最後ということです。ただ、いろいろな記事を調べてみますと、直接的にデザインをしていたのはこの5までだったということみたいで、スニーカーファンの方はこの5の復刻に少し特別な思いがあるようです。初代のゲルカヤのトレーナーがクワガタをモチーフにしているのに対して、このタイプは生命をテーマにデザインされていて、特にソール部分はスポーツ医学から着想を得て人間の内臓器官をモチーフにしているそうです。少し見ていきましょう。アウトソールの踏み付け部分、この青いところですね。こちらは肺をモチーフにしているそうです。両方あったのが分かりやすいと思うので揃えてみていきます。見えますかね。こちらが左右の肺になっています。そして前足部分のくぼみ、この赤いところですね。こちらは胃袋をモチーフにしているそうです。かかとの部分は大腸や小腸、そして中足部分は背骨をモチーフにしているそうです。ボリューム感のあるミッドソール、こちらですね。こちらは筋肉の躍動感や人体の有機的な美しさを表現しているみたいです。言われてみるとそんな感じがしてきますね。また、ソールに書かれているデュオマックスというのは何だろうと思って調べてみたんですが、もともと初代がトレーナーという名前からわかる通り、ランニングだけではなくトレーニングのことも考えて設計されていて、縦の動きだけではなく横の動きに対しても足を支えられるように、このサーモンピンクの部分だけ硬いパーツになっていて、足が内側に倒れ込むのを防ぐ役割があるみたいです。他のところはすごく柔らかいです。そしてこの見えている部分、こちらですね。この部分がゲル素材らしいです。プニプニしてます。普通のこのゴムには A-HAR という独自素材が使われていて、従来のゴムソールよりも2倍から3倍の耐摩耗性があるようです。ソールだけを見ても各社にものすごくこだわりが詰まっていることがわかるかと思います。ゲルカヤの 5OG というスニーカーに関しては、おそらく私よりもスニーカーファンの方がもっと詳しい解説をしてくれているだろうと思うので、今度はビビアン・ウェストウッドとのコラボレーションのテイストを拾っていきたいと思います。今回のコラボレーションでは配色が赤とオレンジをベースにした強い色味になっているので、ラットシューズ感がありながらビビアン・ウェストウッドとのコラボレーションモデルらしい力強い仕上がりになっていると思います。先ほどソール部分を詳しく見てきましたが、
アッパー部分もよく見ていくと、色使いや素材使いがすごく細かいことがわかります。まず、本体の赤い皮は、かかとの部分でオレンジ色の皮に切り替わっています。これはどちらも本革だと思うんですが、つま先の部分に少しだけ使われているオレンジ色の皮。これはかかとの部分とは違う皮になっていて、つま先の部分だけ合皮だと思います。ステッチもかかとの部分とつま先の部分とでは違う色の糸が使われています。メッシュはエンジ色のものとオレンジ色のものとサーモンピンク色のものと3色も切り替わっているんですが、色だけではなく網目もそれぞれ違うものが使われています。シューポール部分はこのメッシュと同じような色のエンジ色になっています。これはスウェードなんですが、おそらく本革だと思います。そしてこの部分に少しだけ使われているエンジ色のパーツ。こちらはスムースレザーなんですが、合皮だと思います。エンジ色のパーツだけを見ても3種類の素材が使われていることがわかります。また、ネイビーのアシックスストライプとシューレースが靴全体の色味を引き締めているように見えます。このパーツはネバックのような素材なんですが、これもおそらく合皮だと思います。ポイントで少しだけ入っている青もいいアクセントに効いているように見えます。つま先の部分はゴムのような素材で、かかとの部分は合皮だと思います。そして中段の部分は刺繍になっています。かかとにさりげなくオーブが入っています。このグレーの部分は光を反射するリフレクター素材になっています。夜中のランニングでも気持ちいいですね。また、外観からは少し分かりづらいんですが、こちらのライニングは前回もご紹介したスクイーブル柄になっています。この赤とオレンジの配色は初期のスクイーブルシャツの配色にも見られたもので、こちらを参考にしたそうです。インソールにも前回ご紹介したゲルマイニット MT と同様に両ブランドのロゴがプリントされています。中端にある三角形のロゴも個人的にはとても好きなものになっています。最近ではビビアン・ウェストウッド以外にも、例えばゲームベイハーなどいろいろなブランドとコラボレーションをしてベルカイの 5OG は販売されているみたいですが、ここまでパンチの効いた強い色味のものは他にあまり見かけない気がします。ところどころ小さいパーツに合皮が使われている点は少し残念なんですが、全体的にすごく細かくこだわった作りになっていると思います。特にカラーリングなどでコラボレーションならではのスニーカーに仕上げていて、ビビアン・ウェストウッドというブランドの主張が強すぎない点は非常に好ましく思います。ちなみに、この一番上のシューポールですが、どうして2つ空いているのか皆さんは知っていますか？もしかしたら知らない方がいるかもしれないのでご説明いたします。この一番上の穴には最後にもう一回同じサイドの紐を通してあげます。反対側も同じように同じサイドの紐を通してあげます。そうするとループができると思いますので、そのループに反対側の紐を通します。そして上から結んであげるんですね。そうすることによって足首がよりしっかりと固定されるようになっています。こんな感じですね。これは1980年にアシックスが実用新案として出願して登録されたアイデアです。もし知らなかった方がいらっしゃいましたら、この機会にぜひ一度この通し方を試してみてください。最後にサイズ感のことについてお話ししたいと思います。前回も少しお話ししたんですが、このゲルカヤの 5OG は普段履いているものよりもハーフサイズアップの 28.5 センチを選択しました。ゲルマイニット MT に関しては28センチでも大丈夫だったかもしれないとお話ししたと思うんですが、この子に関しては間違いなく 28.5 センチで正解でした。インソールを抜いて比べてみるとわかるんですが、こちらがゲルカヤの 5OG のインソールになります。そして、こちらがゲルマイニット MT のインソールになります。重ねてみます。全く同じ大きさになっているのがわかるでしょうか。ゲルカヤの 5OG はアッパーに厚めのクッションを使っているので、
ホールド感はあるんですが、そのせいで全体的に少し小さめに感じるんだと思います。大前提として、フィッティングに関しては感じ方に個人差がありますが、私はゲルカイの 5OG は少しサイズアップすることをお勧めします。今回の動画では情報がたくさんあって疲れてしまったかもしれません。時々止めたり見返したりして参考にしていただければ幸いです。長々とご視聴ありがとうございました。